皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、iPhone SE さんって、iPhone SE2 を現在使ってる人は、特別に不便を感じない限り、買い替える必要はないですか？2022年3月7日、質問2、大学1年男です。現在、iPhone8 を使用しています。劣化が著しいので、そろそろ買い替えたいのですが、今度発売される iPhone SE3 を購入しようと思います。アプリの Apple Store の学生割引で購入し、今使用している iPhone8 を下取りで出せば、安く購入できると考えたのですが、私の考えは正しいでしょうか？また、機種変更の仕方がよくわからないのですが、簡単に教えてくれると幸いです。2022年3月9日とのことなんですが、本日、日本時間2022年3月9日 30am に、Apple からいよいよ発表されましたね。私も3時に起きて見てみたんですけど、英語なんで何言ってるかわからないので、すぐやめましたわららわら。ですが、一体どこが違うのか、私も興味がありましたので、一緒に見ていきましょう。1、サイズ。SE3 のサイズは、約 67.3 伏 ×138.4 高さ ×7.3 厚さ MM。重量は約 144G とのことです。iPhone8 や SE2 と比較すると、約67.3 伏 ×138.4 高さ ×7.3 厚さ MM なので、全く同じですね。よかった。iPhone のケースカバーがそのまま使えますね。わらわらわら。しかし重さは iPhone8 や SE には 148G だったんで、なんと 4G2.7% も軽くなってますね。松山英樹のゴルフクラブだったらヘッドが 4G 違うと弾道に影響が出るレベルなんですが、素人ではあまり影響ないかもしれないレベルですね。わらわらわら。まあ、経緯に越したことはないですね。2、値段。当初399ドルとか聞いていたんですが、蓋を開けてみたら、Apple Store Web、店舗における販売価格は、64GB モデル5万税込み7800円、128GB モデル6万税込み3800円、256GB モデル7万税込み6800円とのことで、日本では3月11日22時から販売予約受付、3月18日発売とのことです。iPhone8 の当初の発売価格は、64GB が52,800円税別以下と、128GB が57,800円。iPhone SE 第2世代は 64GB が44,800円。128GB が49,800円。256GB が68,000円。だったので、当時と比較しても、それほど安くなったということではないですね。まあ中古で買えば、私は SE228GB を34,800円税込みでゲオで買いましたが、 iPhone8 を下取りに出して SE228GB が税込み28,000円でした。 SE3 でなくても中古の SE2 でもいいかなというレベルの値段ですね。まあ思っていたより安くはないですね。がっかりわらわらわら。3、バッテリー持続時間。 iPhone SE2 で唯一の問題と言われていたバッテリー駆動時間については SE3 でかなりの改善がされたようです。ただ、他機種と比較のために Apple の使用表で比較すると、ビデオ再生時間は iPhone13 は19時間、iPhone12 は17時間、iPhone11 は17時間。今回の iPhone SE 第3世代は15時間。今回の発表では、ビデオ再生、ストリーミングで最大10時間とありました。今までの iPhone SE 第2世代は13時間。今回バッテリー持ちは2時間 15% ほど改善されたとのことですが、まだ iPhone13 などの主流の機種と比べると
短いですね。まあ致し方ないかな。なお、充電方式は QI ワイヤレス充電に加え高速充電もサポートするようですが、磁石でくっつくマグサフ充電器には対応していません。なお iPhone8 や SE にも QI ワイヤレス充電には対応、マグサフ充電には未対応は一緒ですね。4. チップセット。 SE さんには iPhone13 シリーズと同一の A15 バイオニックが搭載されているとのことです。なお iPhone8 には A11 バイオニックが、 iPhone SE2 には A13 バイオニックが搭載されています。これがどれくらい違うかというと、 iPhone8 と比べると最大で 1.8 倍のパフォーマンス改善とのことです。ただし SE2 と比べると最大で 1.286 倍のパフォーマンス改善ということになりますかね。まあそんなもんかな。わらわらわら。5. Wi-Fi 対応。 iPhone SE さんは Wi-Fi6IE802.11X と Bluetooth 5.0 に対応しています。 iPhone8 は Wi-Fi5 対応でしたので、この差ははっきりと感じることができると思いますが、 iPhone SE にはもともと Wi-Fi6IE802.11X に対応していますので、差は全くないですね。もう少し早くなってほしかったですね。6. モバイルデータ通信。モバイル通信はサブ 66GHz 以下の帯域の 5G に対応しています。まあ今回の目玉機能ですが、ミディアは非対応とのことです。なおスマートデータモードと呼ばれるモードでは 5G の速度が不要な場合に自動的に 4G LTE 通信へ移行し、バッテリー寿命を節約するそうです。なお iPhone8 や SE には 4G 通信までで 5G 通信は未対応です。この差は大きいでしょうね。例えば外から VPN 接続で自宅の NAS にアクセスした時、その読み書き速度は明確に差が出ると思いますね。 NAS に保存してある動画などがスムーズに再生できたら素晴らしいです。しかしまだよくわかりません。7. メモリラム。 iPhone SE さんのメモリラムは 3GB のようです。実は iPhone8 は 2GB、iPhone SE には 3GB でした。これは普段使用している時にはあまりその差を感じないんですが、私は iPhone8 でワード使用時にこの差を痛感しました。ただし現在はソフトウェア的に対応したみたいでフリーズすることがなくなり、その差を感じなくなりましたが、いずれに GB ではまとも同解アプリが出てくるでしょうね。なので iPhone8 は心当たりが寿命のようです。8. 防塵防水仕様。画面と背面のガラス素材は現存スマホで最強の iPhone13 シリーズと同じものを採用しており、従来よりも丈夫さを増しているとのことです。防塵防水仕様はIP67 レベルで、これは iPhone8 や SE2 と変わりません。9. カラー。カラーはプロダクトレッドのほか、スターライト、スターライトホワイト、ミッドナイト、ミッドナイトブラックの3種類を取り揃えるとのことです。これも iPhone8、SE2 と変わりません。10. ディスプレイ。ディスプレイは 4.7 型のレティーナ HD ディスプレイ IPS 液晶。11. タッチ ID。 指紋センサー付きホームボタンを本体下部に備えています。顔認証、フェイス ID には非対応。12. SIM カードはナノ SIM とエジムのデュアル構成に対応とのことです。13. カメラ。アウトカメラは1200万画素 F 値 1.8、 インカメラは700万画素。 iPhone13 シリーズと同様スマート HDR4 に対応しており、被写体の色などを調整できます。なお iPhone8 や SE にもアウトカメラは広角1200万画素、インカメラは700万画素なので画素数は変わりませんね。ということで iPhone8 をご使用の方は SE3 に変えるとかなりの変化を感じることができると思います。ただね、値段が高いと感じる方はこの際安い中古の SE2 を探すというのも手ですね。SE2 の方は
そろそろ2年ぐらいの機種が多いでしょうから、バッテリー交換した方がいいですね。わらわらわら。あとストレージだけは何を買うにしても 128GB をおすすめしますね。わらわらわら。以上です。